初転換っていうのをやってる。転換っていろんな考え方あって、相手の僕が考えるのは、相手が来ました。自分中心で出します。で、相手が来たら、自分がこう立つのは、自分がここにいない。自分がいなくなって、こういう道に通り道作ったりして、で、相手の近くに入って、姿勢はでここにいるんだけど、彼が来たときは、自分がこう入って、こうやって、このバッテンの上で、戻すんじゃなくて、この位置はあんまり変えないで、こう、そういう感じ。あんまり出過ぎない。あんまり引っ込めない。相手、バッテンがあるんですから、手がここに最初にあるんだったら、この位置は変えないで、こう、入れ替わる。で、通り道。相手は向こう。こういう感じ。こういう、詰めちゃう人とか、出しちゃう人いるんだ。基本的には、で相手の距離が向こうに出ちゃう場合、相手が引っ張り込んできたときにこうやって下がってくる。まあ、基本的にはこれはちょっとバッテンで、みんなバッテンで考えて、こう、手が回って、で、相手がこれそういう意味があって、どうぞ、ここへ行ってください。相手はね、こうと。バッテンとあんまりこう手をこっちやったり、ここの合わせて、こう来て、そういう感じを結構やってるんですよ。バッテンの人を合わせて、バッテンの上にしてで、通り道を作って、相手が引っ張り込んできたら、こう入ってね、相手が引っ張り込んできたら、バッテンを基本的には、自分の意識は向こう行ってるんですよ。意識は向こうなんだけど、手はここにあって、相手はここに行ってる。いました。こう入れ替わって、どうぞ。で、手の線はこのバッテンの上のこの線。相手が引いてやってる。ここは変わらない。こう変わって。姿勢がこう、1に入れば入るほど姿勢がこうなってくる。こうなるとこうなってくるの。手を出してくるとこうなる。手を丸めてくるとこうなる。で腰が曲がり気味の人、ね、自分で腰曲がっちゃうなっていう感じの人は、手を少しこうに出しておくと姿勢が良くなる。で人によって違うけども、小手を出せばこう、すごい、手を巻き込んでくればこう。でもあんまり巻き込みすぎると自分の方に来るからやっちゃダメよって言われたら、僕らね、こうやると姿勢も悪くないような気持ちもこっち、自分の手鏡とこっち来ちゃうからね。だから向こうへどうぞって言うんだったら向こうへ、はい、どうぞって。なんか、お客さん来て、はい、あちらへどうぞって言った時に手をあんまりどうぞって自分の方に向けないよね。あっちの方へどうぞ。そういう気持ち。割と内側に向いてる人いるんですけど、それはやり方なんだけど、僕らって僕の先輩なんかはもっと向こうへどうぞ。と姿勢も良くなって普通の呼吸してこう呼吸した感じ。あん
んなこうなる。こうなって、じゃあ少しやりましょう。こうやってバス停の上で今向こうから来ました。向こうから来ました。自分の順に来ます。線路が来ます。自分の順に来ます。手を真ん中を置きます。ここにいれば、レバーの時にこの場所はあまり良かった。で、あちらへどうぞ。そういう。では、足はこう向いてるんじゃなくて、足はこうなってて、こっちは向こう。完全に入れ替わる。間、向こう向いたのが180度。いろんな展開なんです。こっちやったりあっちやったりできるんだけど、基本的なやつで、基本的なやつは、一人でやるんだったら、この道を変えていける。相手に応じて、相手が引っ張り込んでくんだったらこう下がるんだけど、相手が引っ張り込んでくんだったらこうあって、相手が出ていくんだったら、相手が飛び込んでくんだったらこっちへこう出てくるよ。ここで入れ替えても、ね、こうになる。こんな位置違うんだけど、基本的にはこう、これとですね、まあそういう感じで、そういう相手が来ました。自分でこう、勝手にこういうふうにやらない。なぜかって相手が来ましたって相手を意識してないとダメだよ。相手が来ました。それから大事だ。それからスタートだ。相手がどっか相手が来た。それをまだ勝手に戻してるわけですね。相手を考えて。相手が来るよね。触らないでね。触らないで。この線の上で。線の上でね。彼女来ました。そしたらこう入れ替わる。で、彼女は勝手に動いちゃうんですね。で、線の上では、線の上でこうに出さない。半身で出さない。こういう手はね、弱いんですよ。だから持ってかれちゃったりすると、ポンポンってなっちゃったり。だから、ポンポンつなげとくのね。つなげといて、はい、どうぞって出す。そして、彼女が来るよね。で、おへそに来るの。狙って。彼女がおへそ狙ってくる。おへそ狙ってきたのを、通り道開けて、あちらへどうぞ。そういう感じなの。ここに来る。ここ狙ってくる。ここ以外来ないから。あっち行かないです。こっち来ない。必ずここに。必ずおへそと、必ず相手の中心狙ってるの。はい。なんか蹴りやるところ。何しろ、これ中心狙ってるの。だから相手も、手を見せるときも、また外して出さない。なるべくこう、針を。そして、いなくなって、あちらへ。こういう感じ。で、ちょっとお互いに組んで、ちょっとそういうつもり、相手に来てもらう。来てもらって、向こうへ。彼女はこうしてる。そういう感じですね。まあ、次はね、じゃあ転換しました。転換してこう。転換してこれできないと、転換やれば大体どのレベルかって全部わかるんですよ。転換株の、まあ、やらせてね、相手が自分より上だなとか下だなとか、すぐ上がっちゃう。で、転換はすごい大事。転換のためにやってる、みんな。相手のいろんな技やって、何を覚えるか、転換を覚える。転換を最終的に。だから、転換やるとすれば、いろんな技ありますけど、そのいろんな技、いろんな体さばきあるんだけど、もう最終的には転換なんです。だから最初に転換やる。相手が来た、いろんな形で相手するんです。で、その時に転換する。その場にいないで助け合いしたり、そういう人たちにいるんだけど、そういう場所じゃなくて、彼が来た位を変えて転換して、で、自分は四角に入りました、彼は向こう行っちゃいました、自分は自由になりました、そういう話だから。何のためにやってるか、だから転換やるためにやってると思った方がいいんですよ。最終的な転換、不流もそうだよね、不流も転換で一緒だから。
昔は谷の辺に持ってたんです。今はで、展開して今度はまっすぐ上げたり下に手を動かすとか足を動かすとかいろんな技あるんですけど、次の技は手を意識を入れした展開した時に上から下とかね、転換して下、ただ下で、そうするといろんな技が出てくる。2番目にやりたいのは意識を上に使うか下に使う、この2つね。いつも大体そういう順番で僕はやってるので、じゃあ藤井さんもやりたい。彼女は向こうから僕の中小取りに来たんですね。で、展開した時に展開してこっちで変わって展開したら上出したのとこう来てこう来てこっちで変わる時に上出すの。そうするとこうなってるんだよね。彼女はこうやってここを取りしたんだけど、ここみたいな上から彼女とかけてこうなっちゃう。そして戻したとこうなっちゃった。それから下も同じ。こう来て入れ替わったら下を落としたの。こういうふうに下やったらこの下ですね。これこうやってこう来てまっすぐこう来るの。ここ来たのを入れ替わっていなくなって入れ替わって上出した。そして上からこう来たので、ここいなくなって入れ替わったの。入れ替わったら下を落とした。これは姿勢が今ちょっと大きに僕が曲げる技を曲げてまっすぐ普通の意識、普通何でもできますよ状態、いつも作っとく、余裕を作っとく。何かをやるために姿勢が曲がっちゃったりしない。ってことはいつも姿勢が優先だから、姿勢まっすぐでそしたらいなくなったら上だ。そういう話だ。いつも何でもできますよ状態でいなくなってで下を落とす。まっすぐなの。これ特に触らないでやるような姿勢すごい大事。こうならない。なったら気がつかないと直せないから。ああ、なっちゃったなって。大きなまっすぐ。で、まっすぐっていうのは、ああいう得点こう来るのが、こうやって曲がってくらないんですね。姿勢はいつもまっすぐ、余裕があります。足も出ます。手もまっすぐじゃなかったら横も出る。姿勢が曲がってるとこれしかできないから。姿勢を大事に上したらじゃあ少しお互いに組んでまたやりましょう。上のちょっと向こうにこっちも言ったんだけど、まとめるっていうのが大事なんです。こう向こうに彼女出しちゃってそれからよく持ってやるとまとまってないんですよ。だから彼女に向こうに出してそれを上に持っていくって自分でしたらでこう出した瞬間にまとめてるんです。そしてなんていうのかな、そういうふうにやってほしい。あんまりこう出してね、これだよねこれ。だから入れ替わった瞬間にもう下に行ってるんです。入れ替わった瞬間に上行ってる。入れ替わった瞬間上行ってる。そういうふうにやってる。下は上までなんだけど、まとめることね、相手が来たの、さっきが来たのを入れ替わって向こうへどうする。今度は来たのをまとめて上へ出した。まとめて下を落とす。そういう意識を使い方だけだ。そういう話。じゃあもう少しね。自分の意識の使い方。自分の意識が遠く行っちゃったら、自分の意識が自分の体を作るんです。だから体の姿勢とかそういうのは自分の意識が作る。だから肉体が作ってるわけじゃない。意識が作ってる。だからそこのところ間違いない。だから意識の使い方で体をうまく使うには意識の使い方を練習しないと
ちゃんと体が動いてくれない。いくら体が練習しても意識がダメだから。だからいいの。こう来たらね、手使わないでやっても同じ。来たよね。来たら上に来たのにそれから出たの。だからこう来たの。だから下行ったら下。たまたま手があっただけだ。だから手を動かすと意識をどうその練習をしてほしいわ。今度はさ、今上下やったのに今度次の段階としては足とか意識と体つながっていくから体をじゃあどうやってさばいていきましょうかって意識につなげてさばくか。彼女が来て彼女が来たら後ろに入ったんですよ。足だ後ろに入りたい、後ろもらいたいってことなんです。この手あるからこの手邪魔だよ。いなくなったのでいなくなったら後ろもらうんです。で、こう回ってきて上下をこれだけなんです。そういう話。だからもう一個こう来たら来たよね。だからこれ回り返したらこのような今もあるの。今のところこう回ってこうだからしょうがない。それは意識の使い方。だから次じゃあ後ろ入るんですね。転換して転換できますリードが転換まっすぐ。そしたら後ろもな彼女の後ろからこっち。そして通り抜けるのね。ここでやるんじゃなくてここでやるんだ。ここでなんかやるんじゃなくて自分が通り抜けて向こうへ転換したら向こうもなんですよ。とこうなって彼女を振り抜くので嫌だからね。僕を認識したい。で、自然とこう上げていく。それからいなくなって転換して後ろもらうんです。そっち自分の意識はこっち。こっちなんですよ。こう彼女の嫌だからこう回す。でみんなに一番分かりやすい。こう来ていなくなったら転換したらこっちの狙ってるの。狙い意識の狙い体を彼女つけていくんじゃなくて僕は彼女の隙間こっちもうこう来たらこう回って上がってそういう使い方ね。ちょっとやってみよう。難しいけどじゃあやってみよう。その前に難しいかその前にじゃあ天地投げみたいなの上と下に磨ける転換するの。転換でいなくなるのね。今こういなくなったの。この手2つあるね。転換この手こう下げてきながらこの手をこう回ってつながってればこうなってこうはですねこうなんです。手がそれがつながる。この手が下来ないでそのまま抜けてきてね。僕は今こっち来たんですよ。でこうやった同じ技なんですね。手がこうって手が下がってこう上がってきたらこうやってもこの手やめて僕はこう入ってきてこの後ろ入ってそしたらこう来てこう上がる。これ意味だけな同じ技。手下に簡単に使うなら後ろ入るのすごいだからこうやったらこれ下げる。こうやっていなくなって最初に出てる意識の使い方だからいなくなって下げたりしたただそれだけ。じゃあちょっと最初に言っていただけるみんな手を取るんですね。右側に中心手を入れて手を取るんですけどじゃない。あ
これいなくなりました。で、万歳します。内から万歳。さあ、内から。こうやってやったら、この上からじゃなくて、これ上ですね。下から万歳。で、こっちでこういう形なんです。もう一回やろう。こうで、下から入る。で、万歳。さっきやったのは、こうやって、こう入って、今度は下から入って。で、それが応用っていうと、こうして、下から入って、お隙間のところに足が、こうやって入って、隙間があって、足が入る。で、下。これは難しい。この手でこうやって掴んでこうやって離れないようにみんなこの手だじゃないんだよ。この手いらない。下から入って上上がった。そして回った。この手で最後回した先から向こうに横だじゃなくてここに来てこれを上に上げたらで隙間がこの辺にここにあるんだよね。これをこう今でこうして隙間がある下からこう上に上げてこれがいなくなりました。でまっすぐだこういったこのままこっちへ来ればこれがこっちが来れば同じ難しいけどできましょうか。これできるようになったら達人だから達人目指そうぜ見てるとみんな外でやってる。自分の外こういうふうにこういうところでやってるじゃないの。ここにやってるの真ん中自分の中心が足立ってるじゃないと重心使えないの。自分の重さ使えないの。だから外でしたら内に持ってこない。こうやったらここなのじゃないの。ここで回るの。ここで回るとこうに遠く回ったらここで回るの。ここで首って回るの。重心回るの。みんなちょっとなんていうのかな見てると大体こうとかにここで背骨が中心だってことを考えてないと手の内が中心だと思ってるとこれがこうなっちゃうからこうなっちゃう。背骨だとここで回るだから動かないんです。そういうのに意識してない人だといつもこういう横に使っちゃうんです。で、横に使わない。やるのは縦、上下。重心、重力に対して上下。で、回るときは、ここで回ってるんです。背骨がこういうその辺注意してないと、て気がつかないんだよね、自分でね。やってるうちはね、こう横にこう横にじゃなくてここだってこういうここはねでいつも人の見ててそういうふうに思うんですけどもっと中でやればいいのになみんな外にだから中心でやってください。なるべく中心意識してじゃないとできないから意識してないことはできないからね。自分の意識外のことは修正できない直せない意識して初めてできる。ああこれちょっとこっちだったなとかと思うからできる。それが言われなかったり気がつかないとずーっとそれやり続けることになっちゃう。そうするとずーっとこういうふうに考えてなっちゃう。気
15番でしたね。じゃあ、どうしよう。じゃあ、腰をやりましょう。じゃあ、藤井さん、昔はね、こう、じゃあ、ここで、こうありました。いいよ、どうぞ。これ、こうやってやってもダメなんだよね。って思ってる。こうやってやってる人がすごく多いんです。じゃなくて、このプロリンコン、彼女プロリンコンってやったよ。プロリンコン。みんなこれ、試合じゃないけど、座りのゾーンじゃないんだけど、こうやって、この力でなんかやるんですよ。この力いらないからね、こういう状態、こうなったら、プロリンコンで。プロリンってどうするのか考えたら、2本1つじゃないから、こうやったって、ちょっと体が強ければね、できないんですよ、これ。すごい力あっても。踏ん張って三角形になってる。これ三角形になってる。これ突き刺してるのこれ地面に突き刺してる。いくらね、ストップする。でもこれ、やり方からこっち上にこう出してるところです。その辺考えてないんですよ。ただ、試合やってた。で、やってるのは片っぽ上、片っぽ下。普通はこうに上げといて、こうやるので。その辺の原理もよく理解してない。やたらと稽古でこうやって突き刺したらいいんですけど、これ、なるべくこの圧力、やめて、ニュートラルにして、そしてこうやって、変わっても変わらなくてもいいんだ。この辺、こうあるわけです。こうやってやったら、そしてこう。じゃあちょっと、触って、こう何でやるか。触ってきたらね。触らないで。触らないで結構できるようになればいいんだと思うんですけど、でもたまにはね、そういう意識の使い方、今日話したので、意識の使い方です。じゃあ、形見てもね、達人の形見てもね、分かんないですよ。例えば、こうやってつなげて飛んでいっちゃったら、いくらこう練習したってね、形、飛んでいかないから。意識の使い方、意識使ってこうやってやるから。そういう話だからね。この手の使い方でしっかり練習してる人がいるんだけども、手の使い方、手のテクニック、そうじゃないですよね。意識の使い方。相手が来た時にどういう意識でこうやりましたか。で、どういう、ただこうやってるだけなんだけど、相手が飛んでっちゃった。ただ、多分彼が来た時にちょうどいいところをこう入れたんでね。だからこうちょっと逃げようと思ってね。そういう話だとね、意識の使い方をどういう使い方してるのかなっていう人で、前やってる人の見るときもね、この人どういうやり方でやってるの、どういう形見ても意味ないから、はっきりいろんな人いて、いろんなでかい人もいるし、小さい人もいるし、やってる人もいるし、筋肉の人もいるし、だから意識を向いてる、あれでした方がいい。